はい、こんにちは、山下です。今回ですね、超効果的なジャズスタンダード曲の、コード進行やメロディーの覚え方っていうシリーズをやってるんですけど、その中のですね、一部で、曲を分析して曲の全体像を把握して、簡単に曲を覚えようっていう場所があるんですよ。で、それをちょっと長くなっちゃうんで、それだけちょっと取り出してやっていこうと思います。でその方法はですね、単純にコード番号で覚えるだけなんですけど、これ聞いたことあると思うんですけど、これ言うのはそうじゃなくて、もっと簡単に単純にして曲の全体を把握するところですね。だからこれをやるとロストする危険性もすごい減るし、もしロストしても戻りやすくなりますね。曲全体把握してるんで、曲聴いてれば今多分ここだなっていうのが絶対分かります。はい。で、曲を覚えるのももちろん早くなります。ということで、言ってもしゃあないんで、とりあえずじゃあ、実際のやり方をちょっと見ていきましょう。では行きましょう。はい、じゃあ実際曲やっていこうかと思うんですが、曲はI Fall in Love Too Easily って曲ですね。これテッド・ベイカーのバージョンすごいかっこいいのがあるんで、ぜひ聴いてもらいたいんですけど、で、まずちょっとコード進行見ていきますと、これキー E フラットメジャーですね。で、F マイナーってこれ2度ですね。2度、5度、1度ってなってきますよね。で、これ、見ていく前に、コード進行っていろいろ結構バージョンがあったりして、ものによってはフェイクブックとかだと複雑にもアレンジされてたりしてるやつとかあるんですよね。だから、今回使うのができる限りの大まかな曲の流れを見るって話なんで、できる限り何個かコード進行を見て、単純なやつを選ぶようにしてください。で、もしそれでもなかったら、自分で単純にしちゃうってことですね。例えばこれバツついてるんですけど、この4小節目の A7 とかはもう次の D ディミニッシュに行くためのドミナントじゃないですか。で、こういうとこも消しちゃうし、6小節目のこの部分ですね。この C マイナーのところも、下のベーストーン、ペダルが B フラット言ってるだけなんで、これも消しちゃいますね。で、どんどんこうやってって、D フラ、この d マイナー G7 もこれ G7 にしちゃいますし、という感じで、どんどんこれ、できる限り単純にしちゃいます。で、これから、番号でやっていくんですけど、キー E フラットメジャー、で、F マイナー B フラット、E フラットってもう完全に251ですよね。で、これを、251で、次が4度ですよね。で、こういう風にやっていきます。で、次が D ディミニッシュ G なんですけど、これE フラットから見たら7度で、次が3度ってなるじゃないですか。だとちょっと分かりづらいんで、これもD2 度251にしちゃいます。だから C マイナーに行く251ってことですよね。はい。で、こうしましたね。で、次を見ていくと、次も一緒ですよね。C マイナーに行く251。はい。で、次を見ていくと、また、G7 に行くための251と。はい。とりあえずこれだけやっていきますね。で、これをどう見るかっていうと、最初のところは E フラットの251じゃないですか。だから1っていう風に、1が E フラットってことですね。で、次は C マイナーに行く E フラットなんで、C マイナーに行くための2-5なんで、C って、E フラットで見たら、6度ですよね。だから、これは6っていう感じにします。で、次も、6ですよね。で、次、これが、G に行く。G っていうと、2-5ってこれ G に行くわけじゃないですか。で、G は E フラットから見たら何になるかって言ったら3ですよね。3度。だから3っていう風にやります。だから、これ見るのが、1度の最初の2小節が1度 E フラットに対する251、4度。で、次が6度 C に行く251。これ C マイナーになってる。これですね。251。次も C マイナーに行く251。で、次が、G に行くための251っていう風に覚えます。で、これをですね、全部やっていくと、やっていったのがこれになるんですが、で、こう見ていくとですね、
この曲とか例えば、この部分ですね。この部分は、2度ディミニッシュ5度セブンから1度セブンスに行ってるんですよね。だからこういうところはちょっと重要なんで、メロディーとかでも関わってくるんで、こういうところはチェックするようにしてもらいたいんですけど、自分で忘れないように。後々なんか覚え直すのも大変なんで、こういう感じでやっていきますね。で、今回重要なのが、覚えるのが、曲全体を覚えるということなんで、この一個一個の251とかはいちいち覚えなくていいんですよ。だから、これだから251とかそのヨド進行とかちゃんと覚えてる人向けなんですけど、それ多分ジャズやってるなら絶対覚えなくちゃダメなことなんですけど、だから曲を覚える際に全体で通して覚えるんですよ。だから僕が覚えるとしたら、この1度行って、次が 6度の251行って、また6度の251行って、で、3度の251。アルファベット言ったら E フラット、C、C、G。で、次 G。で、全音下がって F。で、F に行くと。だから、曲として、構成として覚えるのが、本当にこの、なんですかね、この一個一個自体は、この最初の1度っていうのが分かれば、導き出せるじゃないですか。だからこういう風に覚えるようにしてますね。で、これをすると何がいいかっていうと、もしですよ、途中でやべえ、コードを忘れちゃった、みたいになったとしても、頭の中で全体の構成ができて分かってるんで、次は、8小節目っていうか9小節目になるから、ここは3度、だから、G の251から始まるなとか、パッと思い出せるんですよ。あと、曲を聴きながらでも、全体のこの曲の流れが分かってるんで、聴いて、今ここにいるなっていうのも分かるようになりますね。はい。ということでですね、これがですね、曲を分析して、曲のこの全体像を把握して、するっていう方法です。だからソロとかで、こっからここまでは、E フラットメジャーで弾けるって、こっからここはこれになってとかともほぼ一緒なんですけど、それを、ソロとかそういうので考えるんじゃなくても、曲の構成としてですね、全体的に捉えるってことですね。で、これやると本当に曲ロストしなくなるし、本当理解度がめちゃくちゃ上がるんで、ぜひやってみてください。はい、ということでですね、これが曲を分析して曲全体像を簡単に把握するってことですね。これ本当にですね、やってみたら分かると思うんですけど、すごい役に立つ方法なんでぜひやってみてください。しかもこういう動画作ってるところ見たことないんですよね、他のところで。だからこれを見た人はもう本当ラッキーっていうことで、ラッキーじゃなくてもういろいろこういうですね、役に立つ動画を上げてますので、ぜひチャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。ではまた。